Hi everyone! Today I'm at Boulangerie Sep right near Sakura Station, which is a 20-minute train ride from Chiba Station. At Boulangerie Sep, they use the Yudane method to make their mochi-like dough and incorporate fresh local ingredients into their bread. Please enjoy the beautifully skillful movements of the chef and the interview that I did regarding their croissants. And if you like this video, please don't forget to hit the subscribe button and to turn on the subtitles.今入れてらっしゃるのは何ですか？湯種って言って前の日に小麦粉と熱湯で混ぜたお餅みたいな生地なんですけど、これ入れるともちもちな食感がパンになるんです。パン屋さんを目指そうと思ったきっかけはもっと単純で、多分知らないと思うんですけど、自分はちっちゃい頃って学生の頃、テレビで「世界ウルルン滞在記」って番組がちょうどフランスのパン屋さんに修行する会があって、それをたまたま高校2年生の時に見てて、なんかそれ見た瞬間になんかビビッときて、なんかパン屋はリズムだって言いながらこう卓球とかしてるシーンもあったりして、もともと卓球とかバドミントンもやってたんで趣味で、これ合ってんじゃないかなって勝手に思って、でもその時になんか直感というかこれだと思って、もう次の日に学校で「俺パンになるわ」って言ったのがきっかけで続いてますね。実際どうですか？なってみて。大変ですねだから好きだから続いてるんだと思いますよね。全然パン屋さんになろうよとはお勧めしないですね。やっぱ自分で始めると思った以上に結構大変なことも多いんで。どんなことが大変ですか？やっぱ働いてる時と違って、もう休んだら収入がないじゃないですか。そう子供が生まれた時も例えば育児休暇なんかないし、今年うち個人的なことなんですけど、長男がいて4月に双子生まれちゃったんですよ。一気に3人になってバタバタな状態で今過ごしてるんですけど、普通に勤めてるんだったらそういうのもね、育児休暇も取れたりするし、そういう面ではパン屋さんの中でも個人でやるのは好きにできるんですよね。そういう面では大変なことも多いなと思いますよ。湯種パンのそうですね、特徴とかどういうものなのかっていうのをざっくり教えていただけると。特徴は、配合中の粉の一部を前の日に熱湯で混ぜるんですよ。そうすると、アルファ化ってして、ちょっとこう小麦がお餅みたいな感じの状態になるんですよ。でそれを入れることによって、アルファ化した小麦粉はグルテン死んじゃうんで、パン生地にした時にちょっと伸びが悪くなっちゃうんですけど、その分ちょっともちもちした食感になるんで、
もじもじ好きな食パンが好きな人は、結構好みかなっていう。これはですね、アーモンドクリームとパウンドケーキを混ぜ合わせたアーモンドペーストみたいなやつですね。だったら一瞬見せてもらえると。後からサクサクのこの中にクリームを絞って作ります。オリーブオイルと
周りにこぼしてるんですよね。これが溶けて裏側を網にしてくれるんで。バター入るんで、もうなんて高カロリーな。クリームを挟んでミルクスティックになります。いいですね、焼けると。湯種だと前の日熱湯で処理してるんで、小麦の中のグルテンがちょっと死んでるんですよ。なんで普通の出荷よりもこう上まで角を取ってあげないと、グルテンの力が弱いんで、なんだろう、そんなに膨らまないですよね。
ち1個耐えます？いいですか？できたやつ1個よかったら。工藤さん、じゃあタンドリー1個できたらあげて。1個だから袋詰めはしなくていいやん。食パンの生地を丸めて焼いたまんま名前は丸パンなんですけど、一応レーズンとプレーンとチョコと今3種あって、結構なんだろう、食パンだと大きいとかちょっとこう食べたいって人が結構買ってきますね。サイズ結構大きいですね。そうなんですね。ちぎって食べると結構もちもちの生地なんでいいかなっていう感じがします。卵全部使い切っちゃいますね。ちょっと多いかなと思ったけど。あ、全然いいです。なかなかね、フリーハンドで切ってくんで、ぴったりなかなかうまくいかないですよね。いや僕も今見てて、みんなこうワームみたいなやつ使うじゃないですか。日本って。あれはちょっと、あれだとグラムじゃないじゃないですか。なんで意外となんか合ってるようで合ってないですよね。こちらだとまあグラム測っていくんで、あと生地も毎回伸ばすんですけど、シーターでやっぱ冷え具合によって厚みがやっぱ若干違うんですよ、同じミリ数同士とか。なんで今日気持ち分厚いんで、その分ちょっとこう切る幅を狭めてるんですけど、そういう微調整がこれだとできないじゃないですか。まあずっと前の店もこうやってやってたし、こちらの方がなんか技術的に感覚も身につくし、大体これくらいだなっていうのが好きのがなんかいいなっていう。同じような作業を毎日やってますけど、同じにならないですよね。なんかね、気温がね、だってまず違うじゃないですか。そうすると同じように同じ温度で水を仕込んでも、粉の温度も気温も違うと同じように上がらないですし、だからいいか悪いか分かんないですけど、マニュアル化して例えば何分だったら分割とか、そういうところだとやる方は簡単ですけど、生地の状態とかを見てないんで、例えばこうね、発酵ちょっと弱いのに始めちゃってるとか、実は行き過ぎちゃってるとか、そういうのが多分時間だけでやってると分かんなくなっちゃうと思うんですよね。
ちょっと真ん中分厚いんでちょっと薄くして、でちょっときっかけを作りながら薄くして成形して、ちょっとキュンキュンすぎるんで一回戻して軽く巻き直してます。でちょっとこうならないようにグッと後ろに下げて、前の社長の成形を真似して、そのまま巻いちゃうと、こう巻いちゃうと分厚くなっちゃうんで、ちょっと薄くなってるんですよ。ちょっと幅伸ばしながら薄くしてるんですよね。で巻きやすくして、一回ちょっと巻いて、ちょっと緩めてまた巻くっていう。前のトランブルのシェフが手つきが寿司屋さんみたいな言ってました。最後ちょっと伸ばした後にこうやるのかな、寿司屋っぽいなんか感じが出てますよね。前触ってる方結構違うんですよね。同じ伸ばしてるつもりなんですけどね。オレンジのイメージなんですけど、レストランの時にオレンジのコンポートのゼリーを作ってたんで、その時のオレンジのコンポートのレシピでワインとかカンパニでコンポートしたオレンジを乗せてます。ワインだからオレンジ剥いてコンポートしてっていう作業がありますね。缶詰とか全然違う。そうですね。後々こう左右にずれにくいんで、ちょっとこういう一手間をします。
けるときに焼いちゃおうかな。うちはこのメロン側をあんまりつなげてないんですよ。乗せるだけ。メロン側を作るときにはいこの生地をボロボロな生地で終わらせてるんで、はい。発酵すると勝手にひび割れてくるんですよ。うーん。なんだろう、これ自体が粉と合わせるときに粉なくなるギリギリぐらいで止めてるんですよ。なんで勝手にもうつながってないからひび割れてきて、それが表面の形になる、表面の模様になるっていう。ハム、チーズ、マスタードがありますよ。ナパージュってつや出しの塗って粉糖してピスタチオで仕上げます。これはチョコレート、オレンジピールとヘーゼルナッツのパンです。そうですね。ジャムだっけ？入れない状態にしておけば。あ、生クリーム入れない。そうそうそう、チョコだけ9000円で。あれ？まさか見逃した俺。なんで？コンビニ初めてない？チルルだって。しまった。それも自分で食べなよ。そうですね、そっちの方がいいか。ブレッツェルはやってるもんね。そうだね。そうしよう。タンドリー粗挽きを
りがとうございます。これ用のこれは2種類あって、味噌マヨレンコンってのと明太ポテトってあって、はい。味噌マヨレンコンがさくらで作ってるさくらのブランドのさくらレンコンってやつがあるんですけど、それを使っててすごいレンコンが甘いんですよね。あとは明太ポテトはじゃがいもをのっけて上から自家製の明太バターをのっけて焼いてます。これが一口ホカチャでしてホカチャです。右曲げる。外側。2個取れちゃうから取っちゃいます。お願いします。
Thank you for watching my video all the way through. And if you like it, please don't forget to hit the subscribe button.